熱い。パーマ当てましたよ。どう開けながらこの度サブチャンネルを作ろうと思って、ついにだいぶ前から作ろうと思ってたけど作りましたということで、今日はちょっと最近やったことの雑談などをしながらちょっとコーヒーを飲みながらという感じでコーヒーを入れます。なんかね、もうメインのチャンネルのコンテンツの内容が結構固まっちゃったというか、こっちはこれだみたいな、前々から結構いろんな動画を上げてたからずっと思ってたんやけど、僕はめちゃくちゃいろんなことするし、いろんな動画上げるやん。あまりにも統一感がないなと思いながら、初めはそれでもいいなと思ってたんやけど、最近登録者がだいぶ伸びて、それで急に変な雑談しだしても多分そこに需要が生まれないなっていうのを勘ぐり始めましたんで、サブチャンネルを開設したいなとずっと思ってたのをついに開設することになりました。コップにお湯を入れて温めています。どこにしようか。ここにするか。ピントは合ってる？合ってるか。だから結構上げたいなというか、これ動画にしたいなと思っても、そのメインの方で上げるまでの内容ではないなみたいなことがちらちらたくさん出てきて、それをやっぱり上げる場所が欲しいということでサブちゃんです。蒸らします。いい匂い。今日もいい景色が広がってる。こんなカメラをさ、こうやって撮ってるうちにさ、もう30秒経ってんのよ。コーヒーって撮影めっちゃむずい。今カメラ持ちながら片手でうまいことやりたい。はい。で、30秒おきに 40g お湯を注ぐっていうのを基本ベースでやってます。最近冬物の服とかをちょっと調達しに買い物に行ったんですけど、その時にいろいろあって、その一日で買ったものとかそのあったことっていうのは母親関連のもう大体タイトルになってるかなと思うけどのを話したいなと。最近花粉飛んでるんよな。花粉飛んでてめっちゃもう喉副鼻腔あたりがとてもストレス。コーヒー入れながら結構こうやってストレッチしてる。凝るというか固まるから筋肉。今日はじゃじゃん、マイバスで購入したというかコーヒー入れようと思って
何もスイーツがなかったから、さっきマイバス行って 30% 引きのあんこ餅、よもぎかな、よもぎのあんこ餅買ってきた。この 30% 引きの、まあ見るからに映えはしないであろうよもぎ餅だって舐めてもらっちゃ困る。さあここに盛り付けましたら、はい、もう素晴らしい、素晴らしいですよ。これがもうコーヒーに合うから。サンルームへゴー。コウモリらも映るようにしとこう。うわー、いい感じの光がさして、いい感じによもぎ餅がめちゃくちゃいい感じに輝いてるわ。おいしそう。こんなにゆるい動画久しぶりかも。まあ何が変わっているのかって見てる人は思うかもしれんけど、気持ち的にめちゃくちゃゆるい。よもぎがめちゃくちゃいい。なんかちょっと華やかな香りのするコーヒーなんやけど、今日のはよもぎの草感にそのちょっと華やかな香りが相まって、よもぎが口の中で覚醒する。あ、すごい。で最近冬の服を買いに行こうと思って、まあ、無印とかユニクロとか行ってたんですけど、こういうインナー、冬用のインナーが欲しくて、めっちゃ乾燥肌で、まあ敏感肌なんかな。だからもうほんまに冬ボディクリーム塗らんと粉吹くし、あとヒートテックとかやともうチクチクするから、そういうのを買いに行ったわけなんですけど、でメリノウールのユニクロでメリノウールのロンティーじゃないな、セーター的な感じのやつがあって、メリノウールはなんか結構チクチクしいひんし、その汗もちゃんと吸う。ヒートテックってさ、汗吸って発汗するから、汗かいた時地獄なんよな。冬場にさ、急に満員電車とか寒いとこから満員電車入った時にさ、めっちゃ汗かいて最悪な時あるくない？ああいうのがほんまに嫌で、あとスノボーとかする時にヒートテックとか着ると最悪。無印のあったか麺インナーってやつと、そのユニクロのメリノウール見に行こうと思って、部屋着で着れる感じので、ユニクロの店内歩いてたら、母親から再婚するという LINE が来まして、メリノウールを探していたらピロンって LINE が来て、ああ母親から LINE 来たと思って、もう画面のさ、もう最初の通知のとこだけパッて見て、 Face ID でこうメッセージがパッて表示された瞬間に、再婚するけどみたいな LINE 来てて、うちの母親結構会話できひんくて、まあちょっとこのチャンネル、なんやろ、自分はあんまり知らない人からするとちょっと母親のことは
今からあんまいいことはマジで言わへんだけど、まあちょっと幼少期から結構いろいろあって、うちの母親はほんまにぶっ飛んでる母親なんで、ちょっと一般家庭としてあんま捉えんといてほしい。で来た LINE が、ママ結婚するようになったけどってきた LINE。これママ結婚するようになったけどって来てるんやけど、これなんか一連のなんかLINE あって急に言われたと思うやん。これ急に来てるからな。これ11月4日に LINE 来てるけど、その前の LINE1 週間以上前に来てるから、急にママ結婚するようになったけどって来てる。なったけどのけどは何って感じやん。まあもうこれが我が家ではデフォルトなんよ。まあうちは3兄弟、姉が2人いて、一番上のお姉ちゃんがちょっともう知的障害とか統合失調症とかでいろいろもうなんていうの、同じ感じでは会話できない。ちょっと子供妹みたいなぐらいの感覚。もう30は超えてるんやけど、で真ん中のお姉ちゃんが唯一その同じ環境で育ってなんか同じ価値観でまだ会話ができる唯一の人やねんな、家族で。だからそのお姉ちゃんもこの前ちょっと関東の方に遊びに来た時に、母親とお姉ちゃんとそのお姉ちゃん子供がいるから、その3人でこっちに来て、もうブチギレてたお姉ちゃんがほんま子供の面倒も見えへんのやなとか言ってブチギレてて、面白いなと思って。やっぱ我が家面白くないけどな、正直。まあまあまあいいや、それはいいとして、まあだからまだ僕は優しい方ですね、母親への対応。優しい方っていうか、もうみんな優しさとか考えてない。もう諦め。姉も僕も諦め。この次の LINE で地元の名前ちょっと伏せるけど、何々に帰ったかみたいな LINE が来て、まず結婚するようになったけどで、まず一個ハテナやし、その地元帰ったかの LINE、そこの次に地元帰ったかの LINE もなぜみたいな、何のつながりもない文脈が2つバーってきて、やっぱ僕の母親は独自の言語を持っているという説んで、僕はもうこの LINE 来た画面見る、再婚じゃない、結婚するようになったけどみたいな LINE 来て、あ、またなんか言ってるわと思って、またなんか言ってるけど、結婚するみたいな。おもろーと思って、マジおもろーと思って、んで結構もう、その通知見て、多分10秒後にはもうメリノウール探してた。結婚する。結婚すんの？おもろー。でもなんか自然とメリノウールを探してる自分に気づいたんよ、ふと。待て待て待て、メリノウール自分もう探してると思って、そんな軽く流していい話じゃないかもみたいな、一般的に考えれば。その時になんか気づいて、あ、これ普通の人やったらもうちょっとなんかいろんな気持ちが起こんのかなみたいな。僕母親がもう高3ぐらいで離婚してというか、離婚もその時まだできてないんちゃうかな。やし、もう出てったんよな、高3の時に。家出る1週間前に、ママ家から出ていくわみたいなこと言って、突然出てみたいな。真ん中のお姉ちゃんと僕がいるとこで、家出るわみたいな。ちょっとうるさいな。何の話したっけ、もう忘れちゃった。えーっとえーっと美味しい。そう。
家出るわみたいな、家出ていくわって1週間前に聞いて、もう1週間後にほんまに出てった、実家に帰ってった。で普通の多分一般家庭やったらさ、じゃあお母さん出てったらどうすんのみたいな、結構危機的状況じゃない？なんか今まで家事してくれてた人とか、まあ、普通にお母さん出てって寂しいとか、多分そういう感情がいろいろ出てくるんやろうけど、もううちに関してはもう母親がマジで家事ができない人で、だから別に母親が出てった後は何ともなかった。まあお弁当はまずそもそもそんな作ってもらってないし、で作ってもらってもなんかほんまに、まあちょっと作ってもらって失礼やけど、なんか嬉しくない弁当で、結構なんかほんまにご飯が敷き詰められて、まあおかずが入っててもう開けたらほとんど具材傾いて端っこに寄ってるみたいなお弁当で、ちょっと開けるの恥ずかしいなみたいな。まあまあ作ってくれるだけありがたい話があるんやろうけど、んで洗濯とかも自分でやってたし、掃除とかも別にしてもらったことないし、だから母親が出てって何が困るかなって。何も困らんくて、うちの場合は出ていくんやマジみたいな。でもまあ今になって思うのは、僕が高3の時に出てってるんで、まあ高3の途中で学校行かんくなるというか、通信に転入すんねんけど、もう学校行けへんくなっちゃって、ほんでだからその高3卒業のタイミングまでなんで待たへんかったんかなっていうのは結構後になって思った。まあいつ出てっても結局弁当とか作ってもらってないから、そんな変わらへんねんけど、でもなんか人間としてせめてなんか息子が高校卒業するまでみたいな気持ちはなかったんかなみたいな疑問だけが残る、シンプルに。まあそんな感じの母親が再婚するということで、まあ僕としてはまあおめでとうございますって感じ。やっぱ老後一人で死ぬのは絶対にさ悲しいやん。まあ実家にいるから別に一人じゃないと思うけど、もううちの母親の実家はもう相当カオスな状況。まあこれはまあもうややこしすぎるからもう説明しへんけど、ほんまにそっちはそっちで、そこの2世帯住宅やねんけどめちゃくちゃカオスで、まあそこから抜け出すということで、まあどうなんやろな、この後どうなのか知らんけど、まあやっぱ一人で死んでいくって寂しいやん。だからそういう普通に母親とかの目線、息子から母親への目線とかじゃなくて、人としてなんか良かったなって、その老後に一緒にいてくれる人がいて、母親はまだ60なってないんかな、なったかなってないかぐらいだと思うけど、でもやっぱさ、その結婚するって LINE 来て、まあ普通の人やったらちょっとさ、離婚した母親が結婚するってなんかちょっと寂しいとか、なんかまあどんな気持ちになんのやろな、複雑な気持ちになるやん。で自分はへえおもろがまず一発目に来て、あの人が結婚すんのみたいな、よう結婚できたなみたいなので、まずおもろって、で旦那さんどんな気持ちなんやろみたいなんでおもろみたいなのが普通にまずおもろって出てきて、でその後にやっぱ自分の母親が自分が思い描いてる父親以外の人と結婚して暮らすっていうのにちょっと気持ち悪いなっていうのが一瞬こうふってここら辺までふって出てきたわけ。でもやっぱ人がさこう結婚するってなって、いやそれはちょっと良くない感情と思って、その気づかないふりをした、見て見ぬふりをして閉じ込めておいたんやけど、その後にまだLINE をしばらく返さんかったんよ。家に帰るまで、買い物終わって家に帰るまで返さんくて、
まず結婚するようになったけど、で、地元帰ったかみたいな LINE 来て、返す言葉ないやん、なんか。キャッチボールじゃないからさ、急に球2発バーン、バーンって投げられて、なんか、めっちゃ球当てられたみたいな感じやから、言葉返すというか、なんか、へーみたいな情報だけがこう、抜けてったみたいな感じで。だから、いつもなんか、LINE とかほんま、そうなんや、とか、わからんとか、全然大丈夫とか、マジでもうほんまに短い文でしか返してないんやけど、結婚するようになったけど地元帰ったかって、そうなんやって返して、そしたら、同じ年やけどな、また一世正月帰ってくるならなって来て、そうなんやって返したら、また一世正月帰ってくるならなって来たんやで。結構もうハテナやん、普通に。でもまあまあ、若干意味わかるやん。わかるかな、みんなわかる僕的には多分、まあ、結婚した人が同い年で、ほんでまた一世正月帰ってくるんやったら、まあなんか、合わしたんで、みたいな。顔合わせするかみたいな感じやと思う。っていう意味やと思います。個人的な翻訳は。まあちょっと難しい言語なんで。んで、そのちょっと気持ち悪いなっていう気持ちを負担にした後に、その正月帰ってくるならなの後に、その、結婚する、再婚する旦那さんの写真が送られてきた。もうこれ、送られてきた時、今もう一回写真見るで。って感じ、マジで。こう、遠目で見て、こう、近くで見て、知らんおじさんやなって。知らんおじさんすぎて写真がもう、やばい。自分がさ、ちょっと気持ち悪いなっていう気持ちを抑えたのに、写真見せろなんて言ってないのに、知らんおじさんの写真送られてきて、もう、無理。ほんまに。ああ、しんど。マジで誰って感じ。そらそうやけど、マジで誰なんみたいな写真。ただのほんまにそこら辺歩いてるおじさんみたいな写真送られてきてさ、困るって。ってな感じのが母親が結婚するという話でした。まあおめでとうございますと、この動画は見ないでしょうけど、まあ言っておきます。で、もう一つ、まあなんかいろいろ買い物をして、ユニクロとか無印とかで。まずメリノウール。セーターなんつったらいいんやろな。まあメリノウールのやつです。こちら。この1枚で、まあ結構、あったかい。ほんまに。んで、肌触りもチクチクとかは全然してない、今のところ。から、なんか、冬場の、なんか、ヒートテックとかの上とかじゃなくても、素肌にこれ1枚着るのが結構いいかもっていう感じ。で、あと無印で、このかかとまで、こう入る。こういう状況ですね。こういう状況です。こういうようなスリッパを買いました。めっちゃあったかい。やっぱ大事やな、このフィット感。そして、ユニクロで、これは、あんまブランド知らない、JW アンダーソンみたいなとこのコラボがなんか今ちょうどやってて、靴下、ソックスがめちゃくちゃなんかラインナップあって、この2種類。ユニクロのソックスなんか夏用ってあんま好きじゃないんよな。けどこれ生地感まあ割と、そのヒートテックソックスみたいな感じだったから、割と分厚くてしっかりしてて好き。なんか他のさ、
夏用のさ、薄いソックスあるやん。あれなんか足からずれちゃってめっちゃなんか、その足裏の感覚がこう、緩くなって好きじゃないんよな。ほんで、こちらが、無印あったか綿インナー、コットン 100% のヒートテック的なやつですね。まあもう知る人ぞ知るって感じでしょうけど、まあこれがこちらですね。まあちょっとまあ何が問題かってまあ難しいとは思うねんけど、普通に何が問題かってまあちょっと半袖なんですよ、なぜか。あったかめんインナーやのに。どういうことこれマジで。買ってさ、こう、まあ買った状態こうなってるやろ、パッて広げるやん。半袖みたいな。どんなトラップなん、あったかめんインナーで半袖を置くっていうのは。なんかそんな明確に書いてなかったぞ、半袖があるなんて。しかもどこに需要があるん、このあったかめんインナーのさ、半袖バージョンって。誰に需要があんの？これ着てさ、ここ、何ニットベストとか着たらいいんか？もう腕出して素肌でこうやって。どこに需要があるのほんまにこれ。という感じで買い物ミス。もうシンプルな買い物ミス。いや、むずくないこんなん。絶対同じ被害に遭ってる人いっぱいいるで。だってあったかめんインナーの中でもさ、なんか、こう、なんかそもそも見づらいんよな、無印のコーナー。どこにあるか分からへんし、あったかめんインナーの SM なんとかとか、下のさ、パンツの方のあったかめんインナーとかもあるし、ほんでさらにそこに半袖と長袖が紛れてたら、もう何が何だか分からんよ、そんな。やめてほしい、ほんまに。まあ、という感じの最近の話でした。っていうような、こういうようなゆるいしょうもない話をする場所がなくなってしまったので、サブちゃんに、他のもの、まあ軽いVlog とか、心の日記的なものを、なんかやっぱそういう、まあ僕、結構その、まあ、うつとかの共感してくれる人たちがいっぱいいたから、自分もそういう動画とか見て勇気もらうし、けど今のメインにそれをあげるのはちょっと重たすぎるかなっていうのを感じてて、だからちょっとなんかそういうのは出しづらかったんやけど、まあそういうのもサブちゃんに自分の気持ちの記録みたいなものを上げていこうかなという次第です。あと元気があったらこういう風に喋ったりっていう感じでやっていきたいと思います。ありがとうございました。